How are you doing, guys? この番組は元在京メディア出身の侍ジャパンがお送り。さあ、来ましたね。新作はロレックス、そしてチューダーと参ります。新しい新作、なんといってもこちら、エクスプローラー1。サプライズで来ましたね、やはり。第一の特徴は、サイズが 36mm に小さくしました。じっくり見ていきましょう。はい、こちら2021年4月7日発表のゴールドのイエローゴールドのコンビモデル。幅は 36mm です。そして真ん中ステンレスモデル。同じく 36mm のオイスタースチールと。そしてエクスプローラー2も出ました。42mm は変わらず。そしてブラックステンレスモデル見ていきましょう。オイスター 36mm。でお値段が67万6500円と。そしてこれは例えばナイトにすると、はい、このように美しくクロモライトが光るタイプとなっていますね。レファレンスは124270と。これまでの現行モデル 39mm のタイプですけれども、実機ありますが、こちらのレファレンスは214270なんですね。ですので新型は12、そして旧型は21と。が、ムーブメントのアップデート。3230キャリバー。ロレックスによる完全自社製スーパーラーティブクロノメーターということで、日差がマイナス2セカンズからプラス2セカンズ。パワーリザーブは70時間となりました。から他の部分については、防水100メートル変わらずですね。皆さんが求めていた 36mm 帰ってきました。で、セーフティーキャッチ付きのオイスターロッドで 5mm のイージーリンクエクステンションが付いていると。次にこちらなんとコンビモデル出ましたね。もうラグジュアリー志向満点ですね。実用というよりは。2021年新作モデルオイスター 36mm 同じくですね。そしてオイスタースティールとイエローゴールドのコンビモデル。で、MSRP、正規店希望小売価格は114万円と。こちら性能については同じ。金属、マテリアルが違いますので、このあたりはまあ本当に高級感あふれるモデルということになろうかと思いますね。まあイエローゴールドによる縁取りがされているということですね。アリもそうですよね。はい、そしてこちら、エクスプローラー2、どんどんいきます。オイスターですね。42mm。変わらずです。で、スチールモデルですね。MSRP は89万8700円となっております。ナイトにすると、そうですね。周りのベゼルは光らず、ステンレスのままでダイヤルの中のみが光っていますね。細かい比較の部分ですけれども、自分芯あたり変更されていますよね。続きまして、24時間ベゼル。こちらはまあ変わらずということですね。こちらホワイトモデルはレファレンスが226570。仕様としては 42mm。で、モノブロックミドルケースですね。ベゼル固定式。24時間メモリ入りと。で、リューズはトゥインロックと二重構造になっています。防水性は100メートルということで。ムーブメントですね。ムーブメントは3285キャリパーですね。パワーリザーブ70時間と。こちらはもちろんブラックモデルもあります。やはりハンズ、自分芯のところが変わっているのが、ぎゅーっと針が一色になって、まあ白一色になっていますよね。ギャラリーとしてはこのような感じですね。どうでしょうか皆さん。その時代に応じてやはりデザインチェンジされますので、このあたりね、綺麗ですよね。はい。美しいなと思います。そしてサイズも、まあ、言っても 42mm ですから、まあ、今時の、素材関係は同じですね。で、キャリバーが3285。そしてパワーリザーブが70時間と。振動子は常時製、ブルーパラクロムヘアスプリングと。そして高性能パラフレックス、ショックアブソーバーと。エクスプローラー1、2を見てきました。まあ、とりあえず、ジャストインニュース速報でお伝えしていますので、バラバラとなっていることをご了承くださいませ。スピード優先でやっております。皆
皆さんどうでしょう？やっぱりかっこいいですね。またさらにね、ロレックス祭り始まりますよ。もちろん何度もね、申し上げるんですが、これ需要に対しての供給が追いついていませんので、当然値が下がることはないでしょう。と思います。思いますですよ。はい。絶対とかね、そういう言葉じゃないですから、ご了承ください。ということで、また手に入りにくい状態続くと思います。はい、ロレックスは以上でございます。はい、それではチューダーの新作へ参ります。まずはこれはブラックベイ、クロノがリリースされました。ニューベゼル、ニューケース、ニュースラップ。ちょっと同時通訳早いので、止めいきますがご了承ください。で、あとは、これ後ほどできます。スターリングシルバーですね。つまり、ブロンズケースに続いて、シルバーケースが出ると銀ですよ。AG。シルバー。ここがまあちょっと、メインポイントですよね。シルバーケースと。あとはゴール、18カラット。そしてグリーンのベゼルとグリーンのインダイヤルですね。まあ一つずつ見ていきましょうと言っていますね。まずはブラックベイクロノから始めましょう。Almost everything new。ほとんど新しいと。まずはニューケースですね。新しいケースが採用と。Thinner。薄くなりましたと。Require to rework the crystal。まあクリスタルも、まあこのようにはい。このあたりですね、ちょっと暗くなりますが、to achieve a new case profile at 14.4 ミリシンということで、14.4 ミリシンまで薄くしましたよということですね。そしてニューダイヤルと、パンダモデルと逆パンダモデルですね。2つ用意しましたと。ブーン。はい、このあたりですね。このあたりが。まずはフィックスベゼル。これ動きませんよと、ベゼルは。で、スティールモデル。で、アルミニウムのベゼルですね。で、タキメータースケールと。次行きましょう。はい。キャリバーは MT5813 クロノグラフキャリバーとなっています。はい。コラムホイールとバーティカルクラッチ、垂直クラッチ。はい。それは頑丈で、そして正確ですと。ダイブしてもいいし、バイクでもいいでしょう。料理してもいいでしょう。ジムでもいいでしょう。仕事でもいいでしょう。70時間パワーリザーブです。ウィークエンドプルーフ。仕事用に使ってくださいというイメージですよ。はい、ここの少し仕様に行きますね。ブラッシュ&ポリッシュスティール。ブラッシュとポリッシュのスティールを使って 41mm 直径ですね。ダイヤメーターケース。これは変わらないですね、今までと。はい、次行きます。これは色の話ですね。そしてストラップ。ウィークエンドプルーフというあたりがね、面白いですよね。これはコスクのサーティファイドの、つまりクロノメーターです。で、MT5813 キャリバー。まあ、基本的にはモーターミックスブレンドとして、モータースポーツのイメージも持っていますよと。And quite everything is new here と。全くもって新しいということですから、これは新型が出ましたね。サイズは 41mm と変わらずですが、薄めとなり、見かけも要するにアップデートされていると。見た目ですね。少しつるっとして垢抜けた感じになりましたかね。そんな感じしますね。
まずはベゼルが黒ですからね。はい、そして次はブラックベイ58の方ですね。925スターリングシルバーの話です。シルバー。銀モデルですね。ブロンズモデルは今までたくさんありましたけど、シルバーで出してきましたと。シルバーもエイジングして、黒ずんだりしますよね。そのエイジングを楽しむというイメージを説明しています。ただシルバーはアレルギーも出やすい人もいらっしゃるので、どうでしょうね。出ない人に限られると。暖かいグレーですよと。少しやはりグレーがかっている。で、これは MT5400 キャリバー。はい、こちらは18金のモデルとなりますね。ソリッドゴールドと言っていますので、つまり、いわゆる無垢。18金の無垢材ということですね。磨いてヴィンテージルックを実現。そしてグリーンのダイヤルですね。スーパールミノバですね。ダイブしてもいいし、いいですよと。そしてシースルーバックが採用されました。MT5400。そういうことですね。39mm で18カラットのゴールド。ユニダイレクショナル、ローテータボー。これもかっこいいですが、なかなか高価そうな感じもしますね。こういうやはり異素材を使っているモデルというのがどんどん増えてきていますよね。そのバリエーションとして、やはりブラックベイ58は拡大しますね、こちら。サイズ感が良いですよ。で、他にもこのようなモデルが発売されていますと。5年保証。10年で、オーバーホール推奨、つまり伸びていますね。Thank you と。このスピード感がいいんでしょうね。少し若々しさ、躍動感、スポーティー感、やっぱり出してきてますよね。そして、ただ単なる説明に終わってない感じ。本当に語りかけながら、ナレーターが早口でババッと喋っていくんですが、あんまり関係ないランチとか、パスタとか、そういうイメージ画像も入れながら、ライフスタイルを、提唱している感じですよね。とりあえずは、ちょっとウェブサイトが重たいので、こちらの YouTube の動画で行きました。ということで、今回は、Just In、先ほどたった今、2021年4月7日の午後8時に発表された速報をお伝えしました。取り急ぎ、以上でございます。いつもご視聴ありがとうございます。